わあ、すごい。都内に立つ高級ホテルの中にある真っ白なチャペル。窓の外には絶景が広がり、大きな海がとてもよく映えている。私は思わずうっとりとその景色を眺めていた。綺麗でしょ？少し先にお姉ちゃんに見せてあげたかったんだ。妹の和音はそう言って私に優しく笑いかける。1ヶ月後にここで挙式を控えている和音。今日は衣装合わせの最終確認に訪れていた。仕事の都合がつかなかったのか、新郎のタクトさんがいない代わりに、たまたま休みが取れた私が同行している。屈託のない笑顔には、これから先に待っているだろう幸せが詰め込まれている気がした。なんだかこれで少し安心できる気がする。私は海を見つめながら両親に思いを馳せていた。お父さん、お母さん、私たちこんなに大きくなれたよ。私と和音は5歳離れた姉妹。優しい両親と温かくて幸せな家族として生活をしていた。私が小学校3年生の頃、仕事中に父が事故に遭い他界。残された私たちは悲しみに暮れた。母はもともと病弱だったため、普通に働くことは不可能。それでも私たち姉妹を育てるために、自分のできる範囲でパートに出て一生懸命働いていた。父が入っていた保険のおかげで、生活費は何とか賄えた。しかし、普通の家庭よりも我慢や節約はかなり強いられていたと思う。中学3年生の頃、進路相談があった。もちろん現代では大半の人間が高校や大学に当たり前のように進学する。けれど私の家庭はどう考えてもそれは望めなかった。勉強はそれなりにできたので、母は本当に葛藤していたと思う。気持ちだけで言えば、もちろん子供を進学させてやりたい。けれど現状は今を生きるので精一杯。それは子供ながらに私にもひしひしと伝わっていた。私が高校に進学できたとしても、その後には妹のこともある。それなら妹にちゃんと進学する環境を残せるようにしてあげたい。それに母の手助けを少しでもしてあげたかった。私たちには気丈に振る舞っていたけれど、父を亡くしてから毎日がむしゃらに頑張っていた母を知っている。だからこそ少しでも楽にしてあげたい。そう思った私は進学をせずに中学を卒業後、そのまま工場に就職することにした。小さな町工場で毎日懸命に働いても手に入る収入はたかが知れている。けれどそれでも働かないよりはマシだ。そうして夢中で働いているうちに妹も高校へ進学させることができた。ほっとしたのもつかの間、妹が高校2年生になる頃、無理がたたって母が倒れた。持病もあったことと今までの疲労の反動で母はそのまま目覚めることはなかった。両親を亡くして再び絶望の淵に立たされた私たち。けれど泣いている暇はほとんどなかった。幸いにも私が働いていたので、生活は切り詰めればなんとかなった。和音も学校へ通いながらアルバイトをしてくれていたので、二人で力を合わせて生き抜くしかない。両親が亡くなった今、和音を守れるのは私だけ。何としてでもこの子は高校まで卒業させてあげたい。私は中卒で社会で生き抜いていく厳しさを身をもって経験しているからこそ、同じ思いを和音にさせたくはなかったのだ。和音は高校を卒業後、有名デパートで婦人服販売をしていた。1年が経った頃、和音のことを見かけた芸能関係者がモデルとして和音をスカウト。もともと私よりも目鼻立ちがはっきりして整った容姿を持っていたし、スタイルも良かった。半信半疑で始めたモデル業。けれど本人の予想をはるかに超え、和音は瞬く間にファッションモデルへの道を駆け上がった。独り立ちした和音を見守りながら、私も気がつけばもう30歳になる。そろそろ自分の今後の身の振り方を考えなくてはと思うようになっていた。今まではずっとただ明日を生きるために働いてきた。子供だった和音も今は立派な社会人。仕事で知り合ったアパレル会社の社長との結婚も決まり、これでやっと私の役目も終わる。和音の結婚が決まってから、私は今まで勤めていた工場で正社員からパートタイムに働き方を変えた。
深夜の学校に通うことを決めたからだ。今後は自分の未来を見つめていかなければいけない。一人で生きていくのなら、今よりももっと給料のいいところに転職もしたい。より良い生活をするために、そして自分自身の学歴がないコンプレックスを払拭するためにも、私は高校卒業の資格を手に入れたかった。カズネのドレス姿を本番前に見ることができた。真っ白な A ラインのドレスに細やかな刺繍とビーズが光る。何とも言えない感動が私の胸にこみ上げた。やっと幸せになれるんだね。涙をこらえきれず、唇を震わせる私を見て、カズネも笑いながら目を赤くしていた。これまでの間、私たちは手を取り合って生きてきた。最愛の人と共に、これから先は幸せにあふれる未来に向かってほしい。カズネの手をぎゅっと握りしめ、私は無言のまま涙を流し続けた。本番の確認事項が終わると、私とカズネはそのまま食事をして家に帰る。最近仕事が忙しく不規則な生活になっているカズネは、久しぶりにゆっくりできる時間ができたことに安心したのか、そのまま家に着くなりリビングで眠り込んでしまった。結婚式当日まであと少し。幸せな結婚式になるように、私は心から祈っていた。挙式当日、慌ただしく迎えのタクシーに乗り込むと、私たちはホテルへと向かう。準備に向かうカズネと別れ、ヘアセット後、待合室で座ったまま、時間が経つのを待ち続ける私。時間が進むにつれて、控え室にもどんどんと親族が集まってくる。離れた場所でちらりと私の方に視線を向けた女性が、怪訝そうな表情をしていた。相手は大手の会社社長。家も資産家でいいところの息子さんだと耳にしていた。さっきから視界に入る人たちは、皆高級スーツやブランドのドレス、豪華な和服を身にまとい、明らかに安価な黒いパーティードレスの私は悪目立ちしている。内心すごく焦っていたが、どう転んでも自分ではあの人たちのように着飾ることはできない。もともと身分相応の家柄。今更何を考えても仕方がないと、私は自分に言い聞かせていた。やがて挙式の時間になり、ぞろぞろと人の波がチャペルへと向かう。中にはカズネの仕事関係者なんかも参列していて、とても華やかだ。一人きりで親族席に座るのは、なんだか緊張が止まらない。昔から注目されることはあまり得意ではなかったし、すぐに上がってしまう癖がある。式が始まるまで、私は自分の体の震えを抑えることに夢中だった。挙式を滞りなく終えた後、披露宴会場に移動する最中、ひそひそと話す新郎側の親族席。耳を澄ませば、どうやら私のことを言っているようだった。自分のせいでカズネに迷惑をかけてしまっている。幸せな日だというのに、私の胸はだんだんと苦しくなっていった。けれど、そんな仕打ちは序の口。披露宴会場では、私のことを遠巻きに見ながら、多くの新郎側の出席者が、口々に何かつぶやいている。貧乏臭い。格差がありすぎる。騙されたのではないか。心ない言葉が飛び交う不穏な会場で、私は自分の不甲斐なさを感じていた。もっといい服が買える高級取りだったら、カズネもこんなことを言われずに済んだのに、悪い方にばかり思考が持っていかれてしまう。けれどそれもあと数時間の辛抱。そう思いながら私は必死で存在感を消そうとしていた。披露宴が始まり、新郎新婦が華やかに入場してきた。タクトさんの横で微笑むカズネは誰よりも綺麗で、思わず涙が溢れそうになる。どんどんと披露宴は進み、私は終始カズネの綺麗な姿に心を奪われていた。様々な出し物やメモリアルショーが終わり、披露宴も終盤に差し掛かった頃、タクトさんの兄とその奥さんがスピーチに上がった。兄のかしこまった挨拶が終わると、隣にいた奥さんは嬉しそうにマイクを手に持ち話し始めた。ふとカズネに視線を向けると浮かない表情をしている。体調でも悪くなったのかと少し心配していたが、その表情の理由を私もすぐに知ることになる。タクトさん、カズネさん、ご結婚おめでとうございます。正直、タクトさんがカズネさんと結婚すると聞いた時には、
驚きが隠せませんでした。明るい切り出しかと思えば、聞いているうちにそれは遠回しなただの自慢話であることに気がついた。技師になるみそのさんは、自分が海外留学をしてスタンフォード大学を卒業したことが自慢らしい。さりげなくその情報を前提に出し、自分を含めたタクトさんの一族がどれほど素晴らしいエリートなのかを紹介し始める。どうやら義兄や義士は自分たちの肩書きや学歴に相当こだわりがあるようだ。だからこそ、肩書きもない貧乏な家庭で育ったカズネと結婚することが気に入らないのだろう。こんな豪華な結婚式にみすぼらしい姿で出席されれば浮いてしまうのも仕方ないですけれど、我が家の日常会話はすべて英語です。話せない方とは家族になること自体難しいと考えております。カズネさん、どうぞ頑張ってくださいね。義士のそのセリフは、カズネに忠告するふりをして、遠回しに私のことを家族と認めないという指摘だったのだろう。証拠に、席に戻る最中の義士は、私の方に視線を向けて、怪しい笑みを浮かべていた。会場はなぜか盛り上がりを見せる。呼ばれているほとんどの人間が、タクトさんの仕事関係者や、お父さんの関係者なのだろう。カズネがうつむいていても誰も気に留めず、大きな拍手さえ上がっている。金持ちの資産家が集まると、こんなにも他人を蔑むようなことをして楽しむのだろうか。腹立たしさと悔しさが入り混じった感情を胸に、私は席を立った。私がいなければ、カズネがこんな風に嫌がらせをされることはなかったはず。結婚した相手の家とうまくいかなかったら、カズネがかわいそう。会場を出て行こうとしたその時、マイクからは新郎のタクトさんの声が響いた。姉さん、今の言葉は訂正してください。冷静な言葉には静かな怒りが含まれていた。それまで盛り上がっていた会場が一気にざわめき立つ。タクトさんは胸を張って前を見据えている。名指しされた義士は予想外の反応だったのか、焦ってるようにも見えた。私は思わず足を止めて、出入り口の前でタクトさんを見守っていた。今までの僕なら、きっと今の言葉に何かを感じることはなかったでしょう。けれども、もう今の僕には笑うことすらありえない。僕は今まで自分がどれだけ恵まれた環境にいたか知らずに、親の敷いたレールの上だけを歩いてきました。おかげでほとんど失敗したことがありません。より良い大学に入り、会社を大きくしていく。当たり前の人生だと思っていたけれど、カズネと出会って彼女の壮絶な人生に触れたとき、僕は自分の過ちに気づきました。この世界には多くの人間がいる。皆、誰しもが苦労をせず生きているなんてことはない。彼女たちのように親を早くに亡くし、明日生きることにも精一杯な人たちがいることを忘れちゃいけない。カズネは私の大切な妻です。そしてそんなカズネを支えてくれたのは沙織さんだ。彼女たちを侮辱することは許されない。たとえ親族であっても。僕はこれからの人生、全力で彼女たちの支えになりたい。僕に大切なことを教えてくれたカズネを一生守ると決めた。カズネのおかげで僕は人間らしくなれたんだ。英語なんか勉強すれば覚えられる。けれど彼女たちの過ごしてきた人生はなろうと思ってなるものじゃない。今後彼女たちを愚弄する場合、我が社との取引を全面停止いたします。皆様、どうかご承知のほどよろしくお願いいたします。タクトさんの一通りの発言が終わると、隣には感動で涙ぐむカズネがいた。私の胸に温かい安心感があふれる。彼は一人でもカズネのことを守ろうと立ち上がってくれた。その優しい気持ちは本物だと思う。これからは彼にカズネのことを任せられる。心からそう思えた瞬間だった。タクトさんが着席したタイミングで、カズネの招待客は拍手を向けた。そこにはこれまで関係を築いてきた人たちの温かな気持ちが込められていた。状況は一変して、完全にアウェーになった義士たちは黙って悔しそうな表情を浮かべるばかり。私はほっと胸をなで下ろしていた。披露宴終了後、私はタクトさんの両親とタクトさんから
謝罪を受けた。ご両親も和音のことを大事に思ってくれているのが伝わってきたし、何より両親が義士のような思考を持っているわけではないと分かったので、一安心した。深く話を聞けば、義兄は自分より父に期待されている拓人さんを目の敵にしていて、関係があまり良くなかったらしい。和音と結婚したことを叩いて笑い物にするつもりだったところを返り討ちにされてしまったようだ。会場に来ていたほとんどの人間も今は拓人さんの会社と関係のある会社の人たちばかり。大手の会社を敵に回すほどみんな愚かではない。親族席でも下品だと冷ややかな目を向けられた義兄夫婦はそのままそそくさと姿を消していた。それから4年後、和音はモデルを引退していた。自分が表に出て働くよりもたくさんの服をプロデュースしたいと裏方に回ることを決意。今ではデザイナーとして拓人さんの会社を手伝っている。拓人さんの会社は相変わらず年々事業を拡大するほど成長を遂げていた。忙しそうに見えるけれど、2人は今でも新婚の時と変わらない仲睦まじさを見せてくれる。私は夜間学校に通い続け、ついに高校卒業の資格を取得。ずっとコンプレックスだった学歴を払拭することができた。資格のおかげで転職の幅も広がった。私は今、中小企業の一般事務として毎日働いている。和音が結婚して家を出たことで一人暮らしになってしまったけれど、寂しいと感じることはあまりない。新たな人生の再スタートを切った私は、自分の幸せを探すために有意義な時間を過ごしているのだから。